皆さんこんにちは。今回は成田空港からスタートです。行き先は韓国、10年ぶりぐらいになります。一緒に行くのは小6からの大親友と、彼女とは20代前半に3年連続で一緒に韓国に行っています。その話は後ほどするとして、私たちは今回成田空港第2ビル駅まで電車で来ました。LCC だと第3ターミナル発が多いですが、第3ターミナルに直結している駅はないので、第2ターミナルから向かう必要があります。徒歩で向かう場合はだいたい10分から15分、スーツケースがあるともう少しかかるかと思います。リュックのみとかなら歩いた方が早いと思いますが、今回はスーツケースがあるのでバスで行きます。歩く場合もバスの場合も同じ方向に向かっていけば大丈夫です。徒歩の人たちはこのエスカレーターを上がってとにかく道なりへ。バスの人はここをまっすぐ行くと停留所があります。料金は無料、間隔は5分から10分、所要時間は5分。徒歩ルートは暑い日だと結構しんどいです。バスなら涼しいのでおすすめ。早く着きすぎてしまったので、フードコートで先に食事をしました。ローソンでお酒も購入しました。ニュージーは 500ml。その後無事チェックインをしましたが、どうやら少し遅延をしていました。なのでフードコートに戻ってさらにお酒を追加購入しました。
いざ入国。現在韓国では電子申告書があるため、私は3日前に申告済み、友人は成田空港でやりました。自分の渡航情報を入力すると、それがメールで返ってくるようになっています。外国人の入国審査の列が結構並んでいて、やっと自分の番。しかしここで事件。どうやら私の申告データが確認できないと。I don't know と言われてしまいました。ものすごく並んだのに戻って紙の申告書書いてきてって言われて大ショック。申告書のところまで戻ったら女性のスタッフがいたので再度質問をしました。多分だけど3日前から申告できるこの申告書、せっかちな私は3日前にやったのが早すぎたようです。紙書いたら優先的にこっちのレーンから通してあげるってお姉さんが言ってくれて大感謝。カムサハムニダー。やっと出れたよと友人に LINE しながら荷物のピックアップのところに向かいました。あれ、どこにいると LINE をします。荷物取らないで出てきちゃった。中に戻れない。荷物取らないで出ちゃったってどういうこと？左側に荷物レーンがあったのにそのままそこを素通りして出てしまったらしい。天然すぎない。2人分のスーツケースを回収してやっと合流。到着から事件だらけ。空港からは電車を使って移動します。まだ荷物も軽いので。赤信号なのにタクシーのおじさんが渡って大丈夫だよって言ってきてヒヤヒヤしながら渡りました。空港からの駅までの道はとてもわかりやすいです。後々タクシー使いますが、韓国はタクシーめっちゃ安いです。Uber のアプリがあれば大丈夫です。もちろん電車やバスはもっと安いです。日本でいうパスモやスイカみたいな IC カードがあります。日本の IC カードはデザインが決まっていて、IC カード用のシールとかは売っているんですけど、韓国の場合はカード自体にいろんなデザインがあって可愛いんですよね。なので今回メルカリで先に購入しました。私は大好きなディズニーのデザインにしました。チマチョゴリ着てて可愛い。友人にはイカゲームのキャラクターをプレゼントしました。ショート動画でこちらは上げる予定なんですけど、この子目が光ります。IC カードだから使用期限とかもないし、次回もし行くときにもまた使えるっていうのがいいですよね。空港からまず終点のササンまで、そこから緑色の2号線に乗ってソミョンまで行きます。みんな同じ方向なので、乗り換えの時も駅に緑のラインが引いてあって、それに沿っていけばとっても簡単です。しかも、どの駅にもシルバー人材のようなおじいさんがいて、こっちだよって教えてくれてます。ソミョンからは有名な海辺のリゾート方面のヘウンデと市場とかがたくさんあるナンポドン方面へ分かれています。今回私たちは初めてのプサンなので定番のナンポドンに滞在します。天気がどうなるかわからなかったのと、海沿いで天気が悪かったら嫌だったんですよね。あとリゾート地なので他よりもちょっと物価が高いということを聞きました。ちなみにソミョンまでは約30分、電車代は300円ぐらいでした。駅にも両替所があるので、ここで少し現金を両替します。日本語にもできるので便利でした。この日のレートは、だいたい1万ウォンが1000円ぐらいかなっていう感じで計算してました。小ネタですが、iPhone の人はここの電卓の部分に換算っていうのをやると計算が楽です。私たちがホテルより前に向かっているのはここになります。生肉が大好きな私たち。ここはお通しがレバ刺しと聞きまして、ソミョン駅の7番出口から徒歩で約10分で着きました。隣がものすごい人気店で並んでいて、到着したらこっちは真っ暗だったんですよね。で、やってないとおろおろしてたら店員っぽい人が店を開け始めてくれました。で、どうぞって通してくれて、私たちは戸惑いながらも入店しました。木曜日だし、人がいなかっ
ったから開けてなかったのかがわからないです。隣はとにかく大行列で、多分同じオーナーさんだと思います。メニューはこの QR を読み込むと日本語で見ることができました。これは注文するためじゃなくてメニューを見るためにあるみたいです。タンチャン来たー。最初、奥のポップコーンが出てきたので、お通しもしかして変わっちゃったのかって思っていたんですけど、ポップコーン、サラダ、千枚とレバ刺し、これすべてお通しで無料です。で、韓国のビールは店内にも日本語で記載があったんですけど、テラ、カス、ケリーの順に炭酸が強いみたいです。日本のビールみたいに麦が強くなくて、ビールの苦味が苦手な人とかは、韓国のビールかなり飲みやすいと思います。私もテラが炭酸が強くて飲みやすくて一番好きです。最近、ユッケにチーズを巻くのが流行ってるみたいなんですけど、私たちは巻きません。で、ユッケこちら中サイズで35,000ウォン。結構いい値段ですけど、これのために来たので、全然いいです。韓国の食事マナーとしては、お皿を持ち上げてはいけないっていうものがあります。持ち上げてしまったからって何か罰則あるとかではないんですけど、やっぱり行くからにはその国のマナーを守りたいですよね。でこの後、ユッケビビンパも食べたんですけど、そちら縦長だったので、ショート動画の方で流します。お客さん私たちしかいないし、途中で現地の子が来たけど、断ったんですよね。で気になって翻訳で今日お休みでしたかって聞いたら、この後予定があって行かなければいけませんとのことでした。本来は開店する予定がなかったのに私たちがいたから開けてくれたみたいです。本当にいい店員さんでご飯も美味しいし最高すぎました。店内にあるものも好きなもの持って帰っていいよって言ってくれました。さて、本日泊まるホテルは、プサン駅とナンポドン駅の間にあるプサン観光ホテルです。電車が面倒になってしまったのでタクシーで移動しました。ウーバーで約15分。駐車代金は1200円いかないぐらいですかね。今回航空券とセットでトリップ .com で予約をしました。理由は喫煙の部屋があるんですよね。なのに団体予約入ったせいか、禁煙のルームに変えられてて、ってなっていたんですけど、電子タバコだったら窓開けて吸っていいですよと言ってくれました。ホテルは古い感じだけど清掃も行き届いてるし、私たちは基本寝れればいいよっていう感じです。スタブもあるし、思ってたより広いし、全然綺麗で良かったです。確実に部屋が変えられたなって確信したのが、2名で予約してるのに3名分の用意があったんですよね。タオルも無料の水も枕も全部3つずつ。だから電子タバコだったら窓開ければ吸っていいよって言ってくれたんだと思います。友達はタバコを吸うので奥へ、私は広いベッドを使わせていただきました。さて、ここからなんと夜のナンポドンへ繰り出します。木曜日だからか人が全然いません。コロナの影響で空きテナントになってしまっているお店がたくさんありました。それでもこの時間までオープンしているお店が多いのが韓国ですよね。私たちは今日中にチェックしたいところがあります。それはオリーブヤングとダイソー。ダイソーは夜10時まで、オリアンは10時半までやってるみたいです。韓国のダイソーにしかないワセリンのバッグと、ちょうど日本で9点の目代わりがあったので、オリアンとの値段を比較したくて行きます。オリアンは店内撮影禁止です。というか買い物に集中しすぎてダイソーも一切撮影する余裕がありませんでした。購入品紹介はおいおい動画を上げる予定でいます。
渡航まであと1年とかなのであんまり買い物しないって言ってたんですけど、帰り、スーツケースがパンパンになるとはこの時の私は思ってもいませんでした。南湖丼だけでオリアンが3店舗、ダイソーは2店舗ありました。Google マップは韓国でも使えるんですけど、ルート案内とかを使いたいんだったら、ネイバーマップのアプリを取る必要があります。それだと所要時間とかも出ます。ただネイバーマップは韓国語で入れる必要があります。確か現在地からピンで指定もできたと思うんですけど、どうしても住所を入れないといけない場合は Google マップで検索をして韓国語の住所をコピーしてそれをネイバーに貼り付ければ大丈夫です。まだ今の物価がわからないのでこれが安いのか高いのかわからずにいました。基本的に数字の後ろの0とかを切ればいいっていうふうには思ってたんですけど、そうするとこれだと330円とか1150円とかになりますよね。すごい派手なゲーセン。色は可愛いですけど。マッサージもだいぶ高くなりました。20代の前半に行ってた時の1万ウォンが日本円で700円ぐらいだったんですね。だから何を買うにも 30% オフみたいな感覚だったので、すごい安かったです。ユッケも1皿で1万ウォンとかだったので、すごい安いですよね。ここは有名なビーフ広場と言います。ビーフじゃないです。ビーフ広場です。23時を過ぎてるからか、屋台が全然いません。ここは有名なシェアホットクがある場所だったんですけど、木曜夜だからか、店じまいしてました。明日は金曜夜なので、もう一回来てみようと思います。ミョンドンとかトンデムンの屋台をイメージしてたので、夜ももっとたくさんあるのかなと思っていました。このおばさんももう店じまいしてますね。でも、そうですよね。ミョンドンに比べて全然人がいません。あっちの方はなんか明るかったので向かってみます。こっち方面がチャガルチの方になります。チャガルチは海鮮市場がある有名な場所になります。駅もあります。でも結構もうやっぱり閉まっていますね。このところどころ空いているのは占いになります。結構カップルとかね、入ってました。多分ここが屋台通りかなと思います。他の動画とかでもよく見てたんですけど、多分チャガルチの海鮮とかが食べれる屋台通りだと思います。屋台に番号が振ってあって、行きたい店動画で見てたんですけど、番号を忘れちゃいました。番号を覚えておけば、行きたい店探すときに簡単だと思います。店によって韓国語メニューしかないところとかもあるので、日本語があるところが少ないんですよね。ローカルに混じっていろいろ挑戦したい人にはおすすめだと思います。私たちも何か食べたいなとは思っていたんですけど、海鮮系のメニューが多くて、この時間に生ものを食べるのはちょっと怖くて、あと思っていたよりも外が暑くて、屋台で食べるんだったらもう少し
し涼しい方がいいなと思いました。コンビニ購入品、明日の朝用の2個買ったら1個ついてくるビオットみたいなやつ。これビオット ?1 本買うと1本ついてくるお茶と、キンパと、あとお酒たち購入しました。この後シャワーを浴びて深夜2時まで赤盛りをしました。次回は2日目の様子をお届けします。最後まで見てくれてありがとうございます。